ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 RB のリカルド。レッドブルは大きな目標だけど今は RB に完全集中。マルコはレッドブルシートの条件をほのめかすの話題です。レッドブルレーシングのセルジオ・ペレスと頻繁に噂されるビザキャッシュアップ RB のダニエル・リカルドですが、レッドブルがペレスとの契約更新を見送れば2025年にペレスのシートは空席となる可能性があります。バーレーンインターナショナルサーキットでリカルドはマックス・フェルスタッペンの隣に座ることが最終目標なのかどうかを語っています。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコはリカルドがレッドブルのシートに戻る時の条件をほのめかしています。角田を明確にコントロールしていることを示す必要がある。そうすれば彼は候補になるかもしれないとマルコはリカルドに条件を出しています。つまりマルコはリカルドにレースでの順位などあらゆる面で角田裕樹選手にはっきりと勝ち越すことを要求しているようです。2025年にフェルスタッペンの隣に戻りたいかという質問にリカルドは次のように語っています。それはある種の大きな目標だ。長いシーズンが待っている。僕がグリッドの前に戻る方法はこのマシンを可能な限りハッスルさせることだ。そしてメキシコのような週末を演出することだ。そしてそれをよりコンスタントに行うことだ。それからどうなるか見てみよう。でもそうだね、今ここに座っているのは自分が今いる場所と再び自分を確立することに完全に集中している。昨年このスポーツに復帰して少しはそうし始めたような気がする。今年は多くのレースがあるのでそれを試して自分自身にそれを証明したいと思う。それからどうなるか見てみるよ。リカルドはビザキャッシュアップ RB が今年挑戦できるポジションについてシーズン後半の目標として表彰台を否定していません。トップ4争いの可能性についてはイエスと言いたいね。でも実際のところ僕らは今確実に何かを作り上げようとしている。今年はチームが自分たちを確立し自分たちの足で立っていこうとする年だと思う。そして中盤の前方での戦いを確立しようとする。表彰台というのは現時点では現実的なものよりもちょっとした願望みたいなものだと思う。バーレーンで行われたプレシーズンテストは順調なスタートを切ったもののリカルドはビザキャッシュアップ RB のペースポテンシャルについて慎重な姿勢を示しています。午後のセッションでマシンのステアリングを握ったリカルドは誰よりも速い4番手タイムをマークしました。 V カーブ01にはまだ多くのユニークな特徴がありリカルドは自分にはまともな車があると語っています。プレシーズンテストの1日目レッドブルのマックス・フェルスタッペンが 1.1 秒差でトップタイムをマークしましたがリカルドは4番手につけています。チームが可能な限り多くのパーツを走らせながら真のポテンシャルを隠そうとしていることを考えるとテストタイムが実際のペースを測るバロメーターとしては当てにならないのは有名な話ですが角田選手とリカルドにとってはポジティブなスタートとなったようです。角田選手とリカルドは今季中盤の上位を走ることを目標に掲げていますが34歳のリカルドは今のところその期待に蓋をしようとしています。リカルドはテスト初日を終えた後次のように語っています。シーズン序盤は少し慎重になる必要があると思う。シーズンが進むにつれてターゲットは中盤の前方になっていくと思う。まだ前線には立てていないと思うけどそれが目標であることは間違いない。今シーズンに向けてかなり興奮している人たちがいるのは知っているけれど僕たちはいい車を持っているから少し慎重に戦いたい。リカルドは
一昨年にマクラーレンからの突然の離脱後、昨年はレッドブルのサードドライバーとして傍観していたため、プレシーズンテストには参加していませんでした。しかし今年は最初からテストに参加できたことを喜んでいます。初日を終えてまた F1 マシンに乗れたことに満足して眠りにつくのはいいことだよ。少し出遅れたからプログラムは少し急ぎ足になったし、多くのセットアップ変更について議論する時間もなかった。明日の朝には勇気がマシンに戻ってくるから、明日のスタートまでにできるだけ多くの情報を伝えようと思っている。2023年前半にポイント獲得に苦戦したビザキャッシュアップ RB は昨年の今頃に比べれば大幅に改善されました。チームが中断からスタートする可能性がある中、ビザキャッシュアップ RB が今年最もマシンを改良できるのはどこかという質問に次のように答えています。つまりそれはエアロから来るということだ。僕ら中断チームはみんなトップチームに追いつくためにエアロについて話しているんだ。エアロで利益を得ようとするのはエアロでありドラッグでもある。エアロには空気抵抗もあるんだ。トップチームはそれがうまくできていると思う。リカルドが望んでいると言われるフェルスタッペンのチームメイトのシートについてレッドブルのアドバイザーであるマルコが語っています。フェルスタッペンは2028年末までの長期契約を結んでいますが、ペレスは今年いっぱいで契約が切れます。ペレスはこれまでフェルスタッペンにふさわしいチームメイトとしてはレッドブルの首脳陣を納得させられていません。2021年のドライバーズ選手権は4位、2022年は3位、昨年はようやく2位になりました。ペレスがレッドブルでもう1年働くには自分自身を証明する必要があると言われています。ペレスのシート獲得を目指すドライバーは大勢います。ビザキャッシュアップ RB のドライバー、リカルドや角田選手はもちろん、レッドブルのリザーブドライバーであるリアム・ローソン、アレックス・アルボンやカルロス・サインツがいます。レッドブルのアドバイザーであるマルコはサーバス TV で2025年にフェルスタッペンの隣に座るのは誰かについて語っています。今シーズンチェコにはまだ契約がある。その後は彼次第だ。最終戦で昨年と同じような走りを見せれば間違いなくさらなる契約延長の話ができる。リカルドとしては角田を明確にコントロールしていることを示す必要がある。そうすれば彼は候補になるかもしれない。レッドブルの2つ目のシートがはっきりするのはいつになるのだろうかという質問には、夏休み明けにはすでにあるアイデアが準備できると思うとマルコは話しています。チームメイトに勝ち越して立場を強くするのは角田選手も同じですし、昨年のニック・デ・フリースと戦ったようにはいかないとは思いますが、昨年後半対リカルドの成績はほとんどの面で角田選手が上回っているので頑張ってほしいですね。 RB のリカルド、レッドブルは大きな目標だけど今は RB に完全集中。マルコはレッドブルシートの条件をほのめかすの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。